中はこんな感じです。結構建物的にはかっこいいです。何日目？4日目の朝ですかね。おはようございます。今日は朝からっていうか睡眠導入剤を飲んだので睡眠が結構取れました。今朝の9時半ですね。シャワーも入って気持ちいいです。今日は、中華街のチョロンに行こうと思いますが、その前にちょっと朝食をどっかで食べたいと思います。Small one, corneo? 70. Yeah, 70. And this one. はい。ここちょっと賑わってそうだったんで、ここで朝食を食べることにしました。多分なんかそうじゃないんですけど、多分米麺のライスヌードルのスープの感じです。すぐ来ましたね。なんていうんですかね、これブンモックっていう名前ですかね。違うかな、ちょっとわからないですけど、これが7万ドンと涼しげなお茶が3000ドン。これ超安いです。全部で7万3000ドンです。このおしぼりは多分使うと1000ドンか2000ドン取られると思うので使わないです。有料ですね。見た目は結構薄そうなんですけど、スープの味が結構しっかりしていて美味しいです。このお茶は甘みなしなのでいいですね。これ無糖ですね。でこの付け合わせの無料の野菜ですけど、なんかホーチミンはあれですね、ハーブみたいなやつがよくついてるんですけど、パクチーはあんまついてないですね。なんかパクチーのイメージがあったので、北部とかだけかな、あんまりパクチーが今のところないですね。ミントみたいな葉っぱばっかりで美味しいです。完食しました。ではもうお金払ったので退出します。 Thank you. Thank you. Come on. Thank you. Anh nào anh đưa 525. はい。思ったより具材がすごく盛りだくさんだったので、結構お腹いっぱいです。でっかいポークリブみたいなやつもあったのでお腹いっぱいですね。ショーでもお腹いっぱいです。あっちがまた弁タン市場ですね。何回も来てます。いきなり朝からカフェかっていう感じですけど、このソーカフェかな、弁タン市場の目の前なんですけど、ハタムの並びですね。ハタムのある並びのスーカフェ、クラフティッドコーヒーとかやるところに行ってみたいと思います。 Google マップでチェックしたら口コミも多かったです。600何件ありましたね。この細いところが入ってくるんですね。店内はすごくおしゃれで、こういう本がたくさん置いてあります。全部洋書です。英語の本ばっかりです。
こにはテラス席もありますね。いろいろやってきました。ちょっとよそと違う装いですけど、すごく濃厚そうですね。エスプレッソにコンデンスミルクを入れた感じですかね。これが5万ノンですね。ここもお水が出てきました。たっぷり休憩して空調もすごく効いてたので、ちょっと寒かったですけど、今からチョロンの方に行きたいと思います。調べたんですけど、ここのベンタン市場から本当に近くにバス停、普通の路線バスですね、路線バスのバス停があるので、そこからバスで行きたいと思います。バスマップっていうアプリがあるんですけど、あれで見ると6000ドンか5000ドンで行けるかと思います。はい、今日もすごい人ですね。あれがベンタン市場のメイン入り口ですけど、そこから、ここ交差点になってるんですけど、こういうハムギー通りかな、この通りまで来ると真ん中にバス停乗り場らしきものがありますね。ここでいろいろバスが出てるんだと思います。はい、来ましたね。座席が少ない。はい、到着しまして、ビンタイ市場の近くのもうバス停ですね。これチョロンのバスターミナルだと思います。ここから少し歩いて市場に行きたいと思います。目の前に見えているのがビンタイ市場ですかね。ややこしいですね、名前が。ベンタン市場とかベンタイン市場とかビンタイ市場とかすごく似てますね。これがビンタイ市場ですね。
ました。すごくなんていうんですかね、もっと街中のところの市場とかよりもより雑然として卸問屋感がすごく強くなってます。でもいきなりこういう観光客も使いやすそうな飲み物屋さんもあります。もしかしたらちょっと安いかもしれないです。全部もうベトナム語でしか書いてないです。中はこんな感じです。結構建物的にはかっこいいですよね。2階もありますみたいなんで、ちょっと2階を見てみます。まず見た感じ医療系のお店が1階は多いような気がしますね。布とかカバンとかですかね。観光客もたまにいるんですけど、そんなに多くはないです。ベトナムの地元の人の方が多いと思います。上も衣類が多いですね。迷路のようになっていて、ドンキのさらに迷路感を強くしたようなところですかね。さっきの入り口を突っ切ると、ここがちょっと中庭みたいになってるんですね。広い中庭みたいなパティオみたいになってます。で、多分エリア分けされていて、多分別の方角に行くと物の種類が違うんだと思います。食べ物とかも多分あるんだと思います。混乱するんで順番に見ていきます。まだでもここは医療系ですね。これは1個から買えるんですかね。卸問屋的な感じなんで大量に買ってなんぼみたいな感じがします。急にここちょっと低くなってるんですけど、ここは乾物系ですね。マカダミアナッツをちょっと買いたいので、どれぐらいの値段なのかちょっと聞いてみたいと思います。多分弁タン市場よりは安いと思います。ありますね。でも英語表記はないですね。こういう食堂街みたいなところもありますね。なんか乙姫がなってるんかと思ったら本物の鳥でした。1 kilo. 1 kilo. Yeah. 200. Yeah. Ở đây thảo bên chị Viên tôi 200 mà bên đây kia 201 là 220. Ở đây là 2 size. Can I test? Cho nó thử đó. こっちの方が大きいそうなんで220。nước ngoài nó kỹ lắm, không có như đâu. 買ってもらいました。Nó nói sao tao hỏi bên này nha, người ta nói 200 mà sao mày nói 220? Ở đây không hỏi là 2 tại đi đó, tao nói là 2 size. 2 size bên bển này nhỏ đây là lớn, nó không chịu một giá thôi. Bây giờ tao mua giá nó mày được không? Mày chịu bán mày được thôi. Tao nói là 2 size, chứ không có hỏi 1 size. Bây giờ tao chịu mày chịu không? Tao mua giá. Khá là nhiều rồi. Còn một thùng chưa. Xíu nữa sẽ tải đến giờ. Alo. One moment. Like this. I don't need. 12 còn nhãn giải là một thùng 24. Rồi, giải là 24 giờ. Xem. Okay. Thank you. Thank you, Gamon. はい、というわけで、買いました。これで本当に1キロですかね。結構重たいです。これで、22万ドンを、20万ドンにしました。2万ドンだけ負けてもらいました。小さいところは安いけど、大きいところはちょっと高いって自分で言ってました。神道にしたいと思いますね。サポーチじゃマンゴー
ましょうか。ベトナム来てマンゴーまだ食べてないです。Can I get the Sinto mango soy? 来ました。マンゴー神道ですね。これコップがおしゃれですね。ビンタイマーケットってなってますね。スムージーみたいですね。甘すぎず美味しいですね。まだまだこういうガソリンのバイクが全盛ですけど、これがもし中国でよく走ってる電気の無音のバイクに全て置き換わるとどんな感じになるんでしょうか。ベトナムはすごい静かな道になるんじゃないかと勝手に思ってます。なんか鳥がぎゅうぎゅう詰めで販売してるんですかね。すごいですね。はい、でちょうどこの前になんていうかな、ベトナムのティエンホウゴンっていう茶色でお寺ですね。ちらほら外国人がいたんでお客さんは来るんだと思います。お客さんというか観光客が来るんだと思います。6時から5時半までです。風にさらされた感じがありますね。ああいう風に渦巻きの先端に火をつけて、あれは線香ですね。なので、あれを棒で高いところに吊るすという感じですね。これは1ヶ月以上燃え続けてるらしいです。